皆様、はじめまして。国鉄があった時代へようこそ。戦後、昭和20年8月15日以降、昭和60年3月31日までを中心として、毎日少しずつ音声入りので解説の方を加えさせていただこうと思っております。国鉄があった時代というのはですね、私、日本国有鉄道研究家の加藤義弘がですね、2001年頃から始めた年表を中心とするサイトの構成群になります。明治時代から平成10年頃までを年表形式でまとめており、特に昭和以降はですね、前半と後半に分けております。国鉄時代の出来事を中心にアップしておりますが、私鉄の、出来事なども取り扱っております。まだまだね、未熟なところはございますけれども、どうかね、よろしくお願いいたします。毎日ね、更新を目標に頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。なおですね、本日は昭和33年10月前半のお話をさせていただこうと思っておりますが、それ以降ですね、ランダムにですね、月単位でですね、させていただこうと思っておりますので、明日以降ですね、10月の後半の方をね、させていただく予定にはしておりますけれども、10月、それ以降ですね、11月、33年、11月に行くのか、ね、もしくは36年とか35年飛ぶのかっていうのはちょっとね、皆さんをね、お楽しみっていうかね、いうにしていただければな、なんて思っております。またですね、リクエストなどもね、ありましたら、コメントの方にですね、入れていただけましたら、随時ですね、アップさせていただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。まずですね、昭和32年の10月1日からのね、出来事ということでご覧いただこうと思います。まずですね、中央鉄道病院。こちらの方がですね、10月1日に発足したというふうに出ております。従来ですね、東京鉄道管理局に属していた東鉄病院はですね、中央鉄道病院と改称されて、本社付属機関として発足したとね、書いております。国鉄時代はですね、実は、鉄道病院というのがですね、独自に、今はね、鉄道病院で一般のね、病院と同じで、誰でもね、受診できますけれども、当時はですね、国鉄の職員、もしくは家族のみというね、そういう非常に限定した、病院でした。これもですね、民営化前にですね、国鉄職員だけね、ではなく一般の職員のね、診療もしなさいっていうことでですね、こういう形になっていったんですけれども、当時はですね、やはりどうしても事故とかね、非常に多かったものですから、病院の方でもですね、独自にね、鉄道病院ということでですね、管理局ごとにね、持っていたわけですね。そういうことで、こういう病院があったんだよっていうことでね、中央病院はね、ここに書いてますけども、国鉄の病院として初めての神経科、胸部外科、人間ドックを主体とした第三内科、放射線科、ね、などの、検査の5科が追加されたということでね、これ昭和33年の話ですのでね、もう62年前の話になります。次にですね、もう一つはですね、こちらですね、普通急行列車の特別二等料金を廃止し、座席指定制にするっていう話なんですね。この特別二等料金っていうのね、若い方多分ピンとこないと思うんですけども、いわゆるグリーン車料金ですね。昔はですね、1等、2等、3等で行ったんですよ。で、3等級制という言い方をしてましてね。これはあと、後日ですね、出てきますけども、昭和35年の7月に3等級制がなくなるんですね。で、1等、2等級制になります。で、当時のね、3等級制ということで、2等車っていうのはですね、今のグリーン車のことです。ね、今のグリーン車っていうのは、当時は2等車、ね、その後1等車っていうね、35年の7月以降はなるんですけれども、で、この中でさらに特別2等車と普通2等車っていうのがあったんですね。で、特別二等車というのは何かと言いますと、今で言うね、普通のグリーン車です。リクライニングできるね、グリーン車のことを特別二等車と言いました。これね、また昭和20年頃のね、時の話に出てさせていただこうと思ってるんですけれども、当時占領中のですね、GHQ、こちらの指示でですね、二等車は
リクライニングシートにしろと。ね、そういう、お達しがあるんですね。っていうか、もともとですね、GHQ の方から、そういう車両を作れというね、命令がありました。で、当時の国鉄は、それを一等車にしようとね、目論んだわけなんです。で、一等車でいいですかってお伺いされたところですね、いや、二等車はダメということでですね、強く言われるわけですね。当時は占領中ですので、占領軍の、命令は絶対ですから、逆らうわけにいきません。そこでですね、いろいろしたもんだした結果ですね、特別二等車っていう名称を作ってですね、従来の二等車とは違うんだよっていうことをね、色分けするようにしたんですね。ちなみにですね、当時の二等車というのはですね、どういうものだったかっていうと、今の、関西でしたら223系とかね、221系とかね、いうような転換クロスシート。それがですね、実は二等車だったんですね。もしくは、向かい合わせの席でね、少しちょっと背ずりが高いよとかね、そういう風なのを二等車って言ってました。ですので、そこがですね、いきなりリクライニングシートのね、ふかふかのシートで特急にしても一等料金にしてもね、おかしくないじゃないかっていう車両がですね、出てきたらね、やっぱり国鉄としたらね、面食らってしまうわけですよね。そういうことでですね、二等車をという形でですね、特別二等車っていう形でスタートするんですけども、特別二等車の数も増えてきたっていうこともあってですね、ここでですね、初めては普通急行列車ね、当時特別急行列車、特急のことを特別急行列車と言ったんですけども、その、普通急行列車、ね、こちらの方も、急行列車は基本的に特別二等車のね、リクライニング付きにしようやないかという方向に変わっていったんですね。で、それでですね、座席指定という形にした上で、特別二等車というね、料金の制度を廃止しましょうというのがこの10月1日になります。で、もう一つ、ここですね、いよいよ10月1日のダイヤ改正、こちらの方をね、お話しさせていただこうと思うんですけれども、ここでですね、特急朝霞で運転開始と書いてますけれども、これちょっと語弊あるんですけども、昭和33年の10月1日というのはですね、朝霞では朝霞ですけども、20系の朝霞でね、俗に言うブルートレインと呼ばれるね、丸っこいね、デザインの、寝台列車がね、誕生した、時の、時ですね。それで20系が運転を開始したと。それとですね、同じくですね、特急電車ですね、151系といわれるこだま号。こちらの方もですね、運転を開始する予定だったんですよ、実は。ここではね、開始というのは書いてますけども、実際はですね、1ヶ月間は、故障したら困るということでですね、試運転の走り込みをやってるんですよ。ですので、営業運転はね、実際には11月の1日になります。ここでですね、九州特急のね、お話をちょっとさせていただこうと思うんですけれども、朝風、幸風に続き、東京鹿児島間に特急はやぶさがね、誕生します。これによりですね、急行薩摩ですね、これは東京文字間が廃止となったとね、書かれてるんですけども、急行薩摩というのはですね、非常に遅い急行でしてね、実は東京から、西鹿児島、当時は鹿児島ですね、運転なんですけども、24時間以上かかっとったんですね、鹿児島本線経由なんですけど。すごいびっくりするぐらいね、今から考えればね、なんじゃと思うぐらいね、遅いんですけども、そういうふうな列車が走ってました。これがですね、廃止になって、その代わりね、特急はやぶさが誕生したということで、当時のですね、時刻表を見てみますと、幸金号はですね、この時すでにですね、平和号という名前に変わってるんですね。平和号という名前ね、実は、すごく短命のね、列車名でして、もともとはですね、特急つばめの、誕生時にですね、平和号という名前でね、スタートするんですね。で、その後ですね、公募によってですね、つばめ号に名前が変わって、平和号っていうのはもうお蔵入りしちゃうんです。で、その後ですね、この、元々幸金号っていうのをね、朝霞の独行運転みたいな形で誕生するんですけども、朝霞幸霞ね、朝と幸、ね、そこだけの違いなので、やっぱり誤乗、間違って乗ったりとかね、いうのが結構発生したりし、もしくは切符後お時なんかでもね、でちょっとそれは具合悪いなということで、
幸金号の方はですね、平和号と名前変わるんですね。でも、この平和号という名前もですね、実はですね、やっぱ1年しか持たないんですよ。で、結局どうなったかっていうとですね、桜号とまだね、名前変わるんですね。もう桜っていうのはね、もちろん宣伝の特急のね、三等特急の名前なんですけども、ここに桜号がね、復活します。で、同じようにですね、富士号もですね、昭和36年だったかな、電車特急で復活するんですけども、その後ですね、ご存知の通り、東京からね、日本本線経由の西鹿児島行きのね、ブルートレインとしてね、これもやっぱり復活するわけですけども、そのちょっと富士っていう名前もですね、なんか大事取りすぎて、働く場所を失っちゃったんかなっていう気がするなとあるんですけどね。桜はね、見事に買い替えてね、新幹線の名前になりましたけども、富士はいつじゃ出てくるんだろうとね、ちょっと正直言って、疑問っていうかね、ちょっと首をかしげております。ということで、それは一応余談なんですけども、特急平和号ですね、このさっきのね、話なんですけども、結局平和号の方は、またですね、1年で廃止、平和号って名前がお蔵入りしちゃって、今度はですね、最後はですね、昭和36年やったかな、大阪から広島の間のね、機動車特急として復活するんですよ。これもですね、1年後には電化が広島まで完成しちゃって、燕号がね、東京から広島まで乗り入れるって超ロングラウン運転を開始しまして、新幹線じゃないんですよ。大々線ですよ。だから10時間以上かけてね、走るというね、とんでもないスピード、時間をかけてですね、東京から広島までロングランする列車が誕生しまして、で、これに伴いましてですね、平和号、またお蔵入りしちゃって、平和号ってはそこからもう出てこないというね、平和っていう言葉がですね、出てこない方が本当はいいんでしょうね。それはちょっと余談でしたのでね、これは一旦もう終わらせていただきます。ちなみに、東急平和号はですね、東京を、16時5分。で、ちなみに朝霞号は、18時50分ですね。で、その後の、10分後、19時に特急はやぶさがですね、同じく鹿児島に向けてですね、運転を開始していると。西鹿児島じゃないんですよ。鹿児島なんです。ね、ここちょっと間違わないようにっていうかね、どうでも話ですけども、知っていただければななんて思います。他にですね、東北関係では特急はっかりがね、新設されました。こちらの方はですね、客車列車のですね、で、当時はですね、固定座席のためですね、進行方向に戻るために三角線というのを使ってね、方向転換を余儀なくされたなんてね、いう時代がありました。で、次ですね、もう一度行きましょうか。こぼれ話っていうところね、これを最後にね、ちょっとしていきたいと思いますけども、晩年を期するため、9月の25日から約1ヶ月間をね、訓練運転として実施させたと。東京大阪間は6時間50分、東京神戸間7時間20分で運転したということでね、今のね、2時間半と比べればね、とんでもなく時間はかかってるんですけども、これでもね、やっぱ早いというね、時代だったんですね。冷房が珍しかった時代ですので、乾電、冷暖房の特急は憧れの的であり、ね、当初は一等車、ね、これごめんなさい、当初一等車って書いてますけども、正確には二等車です。ね、昭和33年当時は二等車ですので、またちょっとこれはちょっと読み替えてください。当時予定はなかったんですけどね、その後やっぱり、一等車というかね、その二等車必要ということで、当時としたからハイグレードな車両としてね、登場しました。シートラジオっていうのもね、実はありまして、今みたいにね、携帯電話とか、ね、そういうのない時代ですのでね、シートラジオがね、唯一の楽しみだったという感じなんですけども、結構めんどくさかったんですね。ヘッドホンを差すんですけども、やっぱヘッドホンを消毒しないといけないとかね、そういうのがありまして、すぐにね、中止されてしまいました。そういうのをね、ちょっと見ていただいて、もう一個ちょっと言ってみましょうか。もう一つですね、今度はね、特急グリーンシートの話ということでね、こういうの出てきたりします。ここでね、さっきもありましたように、特急のね、特路の両数が210両に達したので、普通急行の2等打席車はですね、特路使用を原則とし、指定席と自由席に分けですね、特急料金を200円の打席の料金を成就することになりましたということでですね、書いてます。なお、そして指定席の時は、ところでどういうふうな扱いをしとったのかっていうのはね、
ちょっと次のページを見ていただこうと思います。こういう感じですね。グリーンシートの話。これで私のですね、グーのブログ、ね、国鉄合体大というブログがあるんですけども、そこにですね、載せさせてもらっております。そこでですね、私ちょっとご覧いただければ嬉しいななんて思ってます。ちょっと横にね、URL させて書いておきますのでね、まだよかったら控えてみてください。最後ですね、鉄道記念日にあたり、鉄道の記念物の指定が行われたということでですね、これ一応最後になるんですけども、1号機関車であるとか、1号5両車ですね、あとは弁慶号、ね、他にも旧の長浜駅舎とかね、あと汐留駅にあった構内でロマイル標識のね、5点目、標識ですね、それが鉄道記念物第1号ということでね、昭和33年に指定されたというふうに聞いております。なおですね、10月の16日以降はですね、次回ね、またアップさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。